美食学。土佐湾に現れるクジラ。実は高知県、日本でも有数のホエールウォッチングスポットの一つ。現在高知県内には黒潮町をはじめ3カ所でホエールウォッチングが行われており、日本各地から多くの人がクジラを見に訪れている。そんな高知県、クジラとのつながりは深く。高知ってのはもう江戸時代からずっと食べ続けてるんでね、高知のクジラ文化脈々と生き続けてる。400年にも及ぶクジラとの関係、そして今も。いやもうなんかちっちゃい頃から普通にあったんで、なんか高知県民からしたら普通の食材なんですよ。脂っこくもないし、和牛とかより全然好きです。高知で食べるクジラはうまい。もともとクジラがこう取れるとこやったから。よく食べるよ、クジラは。舌がうなる。舌がうなる。400年高知県人が愛し続けるクジラ料理。スーパーに行けばカツオの隣にクジラ、お惣菜コーナーにもクジラ、クジラ。高知の料理人はこう語る。クジラのいいところはもう頭の先から尻尾の先まで全部食べれるところですね。おすすめの部位はですね、脂が乗っててコクがあるような。さらに高タンパク低脂肪で健康志向に特化したそのヘルシー食材って言えるんじゃないでしょうか。そして高知だけに伝わるクジラ料理があった。戦後日本の食生活を支えてきた食材の一つ、クジラ。栄養価が高く値段の安さもあって日本中で食べられてきた。しかし1970年頃から反捕鯨運動が高まり、クジラ料理は徐々に食卓から姿を消すことに。そんな中、一体なぜ高知県ではクジラを食べる文化が残っていったのか。元日本捕鯨協会の山本さんに伺うと、東京の者にとってはクジラって完全に戦後頻繁に食べるようになった文化で、後付けの料理文化なんで今またあんまり食べなくなってきてる。だから高知ってのはもう江戸時代からずっと食べ続けてるんでね、それが普通にあると。そういう意味では高知のクジラ文化の一つとして食文化っていうのは脈々と生き続けてると。実は高知県、室戸を中心に400年前の江戸時代から捕鯨が行われており、クジラは日常的に食べられていた。そう、高知県人にとってクジラは身近な食材。それは現在においても変わらず、町のスーパーでは普通にクジラが売られており、しかも赤身肉だけでなく皮の切り身やうねすと呼ばれる下顎から腹にかけて伸びる縦筋の部分など、さまざまな部位に分けて売られているのだ。そして料理人はクジラの凄さをこう語る。クジラのいいところはもう頭の先から尻尾の先まで全部食べれるところですね。余すところがないというクジラ。さっぱりとした味わいでダイレクトにクジラの味を楽しみたいなら、この赤身がおすすめ。揚げると食感がまず変わるところと、ニンニクとか生姜で味付けすることによって風味も良くなって美味しくいただけます。学校給食でもおなじみ、クジラの竜田揚げ。県外から来た人は懐かしいと注文する方も多いんだとか。そしてクジラの全てを味わいたい方にはこの刺身盛り。おすすめの部位はお酒といただくだったらさえずりですね。クジラの下の部分、脂が乗っててコクがあるような。さらにコリコリした食感が癖になる皮クジラや、スライスして茹でたクジラの尾びれ、
脂のうまみと肉の風味を同時に味わえるウネスなど、赤身、脂身、内臓を余すところなくいただくのが高知県民流のクジラの食べ方。そしてこんな日にクジラを食べていたという方も。大晦日の晩、大きいもの食べるもんやでクジラをよく食べた母親が毎年クジラをね、私貧乏やったきお肉なんか上等は食べなくてクジラ美味しかったよ。大晦日にクジラを食べていたという方が意外と多く、高知の歴史に詳しい専門家の方に聞くと、お正月とか大晦日に大きなものを食べると縁起が良いという考え方が高知県の平野部とか山間部には昔から言い伝えとしてあったようで、そういった文化は少しまだ残っているんじゃないかなとは思います。大晦日になるとスーパーにクジラのお肉が並んだりっていうところは高知ではまだ馴染みの光景かなと思います。一部の地域では大晦日や正月に大きなものを食べると縁起がいいとされ、クジラを食べる風習があるんだそう。さらにこんな食べ方も。何の料理食べたんですか？すき焼きみたいにして、クジラをすき焼きに。田舎では牛肉が流通してなかった時にね、ほとんどすき焼きとして食べましたね。本当にすき焼き食べます。クジラも、父も好きなので結構母が作ってますね。確かに高知県以外では聞かないですかね。高知では当たり前だというクジラのすき焼きと、ここでクジラのすき焼きの美味しい作り方をお勉強。まずは野菜から。特に決まった野菜ではなく、冬が旬の根菜類を多く使ったりとか、あとこんにゃくをよく入れたりします。そして欠かせないのが高知のスーパーフード、葉ニンニク。すごく葉ニンニク自体パンチが強いお野菜なので、クジラと相性も良くて、少し臭みがあったりとかっていう部位がありますので、そういうものを葉ニンニクの香りと味でちょっと消してもらうというか。そして使うクジラは赤身肉と下顎から腹にかけての部分、ウネス。ウネスは事前に湯がいてアクを取るのがポイント。赤身自体が本当に癖があまりなくて、肉々しい感じがありますので、ちょっと、物足らないというか、脂身がやっぱりあった方が美味しいと人間感じるので、ウネスの部分火を入れればすごく甘みが出て、脂身が美味しいものになっておりますので、牛肉の赤身の部分と脂の部分が合わさったようなイメージですと、すごく分かりやすいんじゃないかなとは思います。今もなお家庭で食べられる高知県人の愛すべき伝統料理。牛肉の代用で始まったクジラのすき焼き。濃いめの醤油と砂糖の割り下で煮ると完成。そんなクジラ、その栄養もすごかった。クジラは部位によって違いますけれどもね、赤身のところに関して言えば、高タンパク低脂肪で、タンパク質の中のアミノ酸の一種なんですけれども、バレニンっていう成分が含まれます。バレニンっていうのは簡単に言えば疲労回復の効果っていうところですね。アスリートっていうかスポーツ選手の人にはいいでしょうね。それから現代人のもう本当に年中疲れてる人にはいいんじゃないでしょうかね。私ももうちょっとこの際見直しまして自分も食べようかなと思ってるぐらいですね。またクジラのウネス部分にはコラーゲンがたっぷり含まれるという。高タンパク低カロリー、疲労回復の効果が期待でき、まさにクジラは健康に欠かせないスーパーフードだ。さらにこちらのお店では高知のあるスーパーフードとのマリアージュが堪能できる料理が。ハリハリ鍋っていうのがあって、それを高知風にアレンジした感じ、葉ニンニクで。クジラのハリハリ鍋では
通常水菜を使うが、こちらのお店ではなんと葉ニンニク、まさに高知流。クジラ自体が結構味が濃いんで、濃いものにはやっぱ濃いものがやないと負けちゃうんで、まあ要するに葉ニンニクがクジラの肉を引き立たすっていう感じですね。そのお味は？めっちゃうまい。水菜じゃちょっと物足りんところが葉ニンニクによってめっちゃ良くなる。葉ニンニクの濃さとクジラの脂身とウネスのね、最高のバランスだと思います。葉ニンニクに含まれるビタミン B1 にも疲労回復効果があるため、一緒に食べるにはもってこいな食材。そして高知を代表するあの偉人、実はクジラと深く関わっていた。昔はね、クジラ1頭取ると7浦潤う、7つの漁村が1年間食えちゃうぐらい室戸は潤ったと思いますよ。そりゃあ400年前の驚くべき捕鯨方法とは。400年にわたり高知県人から愛され続けてきたクジラ。それゆえ市内にはこんな社名の会社も。高知クジラ株式会社。あまりにストレートな社名、気になったのでお話を聞いてみることに。すみません、こんにちは。はい。こちら高知クジラ株式会社さんとお間違いないですか？何をやっている会社なんですか？もちろんクジラもやっておるんですが。クジラもやっている？一体何をやっているというのか。すると、これが赤肉ですね。刺身用になる赤肉でございます。段ボールから出してきたのは真空パックに入ったクジラの赤肉。これは一体？これは共同船舶という今クジラを大部分取ってる会社が船の上で作った原料を仕入れたものです。それをうちで加工してスーパー様であったりご飲食店様に卸させてもらってます。そう、こちら高知クジラ株式会社はクジラ肉の卸や加工を行う会社。高知市内に流通するおよそ半分近くのクジラ肉の加工品を取り扱っているんだそう。ちなみに現在日本の捕鯨のほとんどは共同船舶という会社が行っており、各部位に分けられクジラ肉は送られてくるという。高知は土佐の食文化ということでクジラの文化がありましたし、引き続きクジラっていうものを、光を絶やさずですね伝えていければいいかなと思っております。ということで今回は高知県人も知らない400年にわたるクジラと高知の関係に迫る。あの高知を代表する偉人のクジラに翻弄された人生とは。高知県人も知らないクジラの世界。そもそもなぜ高知はクジラとの関わりが深いのか。元日本捕鯨協会の山本さんに伺うと、クジラというのはそもそも回遊する動物なんですね。日本海側、それから太平洋側、北に登ってく南に下ってくっていう時に、半島の突端っていうのは割とクジラが近づいてくるんですよ。室戸岬、それから足摺岬って岬が2つあって、この辺っていうのはクジラが割と多く通る場所なんで。クジラは毎年決まったルートを回遊する習性があり、冬に暖かい海を目指して南下する際、室戸岬、足摺岬付近を必ず通っていたという。そして今からちょうど400年前の1624年、室戸で本格的な捕鯨が始まる。さらにこんな話も。昔はね、クジラ1頭取ると7浦潤うって言って、その近隣の7つの漁村が1年間食えちゃうぐらい、お金になるというか、クジラそのものを食べるとかね、いろんなことで室戸は潤ったと思いますよ。そう、クジラはお金になった。赤身や皮は塩漬けして大阪や日本各地に運ばれ、内臓類は
地元の人たちが食べていたという。他にもクジラの脂は投下用、ヒゲや骨は細工用として使われるなど、クジラは捨てるところがないと当時から言われていたのだ。そんな捕鯨は地元を挙げての大事業。1頭のクジラを取るのに300人以上の人が関わっていたという。ところでなぜ300人もの人が必要だったのか。当時の室戸の捕鯨方法について尋ねてみると、古式捕鯨って言いまして、山見っていう場所がありまして、そこからクジラを、高いところからクジラを見つけて沖の船に知らせて、旗などを使って知らせるんですけど、それを見た船がクジラを追いかけるっていう。クジラが現れると、おいクジラがいたぞ。山見からの掛け声で船が動き出す。その船の数なんと20隻。先頭を行くのはクジラを追うための瀬古船、そして網を仕掛ける網船、クジラを運ぶモッソー船など、その役割は様々。囲め囲め、網を仕掛けろ。クジラを捕まえるのはなんと網。網船がクジラの行く手に網を30、40と囲んでいき、どん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 、木槌で大きい音を立てクジラを網に追い込んでいく。網でクジラを覆ったら、そりゃ葉差しと呼ばれる人たちがクジラめがけて森を打ち込んでいく。そしてクジラが弱り始めたところで、若い葉差したちが海へと飛び込みクジラへ接近。クジラの背中によじ登り包丁で切り込みを入れるのだ。クジラが暴れてしまったら命の保証はどこにもない。切り込みを入れたところに網を通し、クジラは浜へ引き上げられ、魚切りと呼ばれる職人によってさばかれ売られていくのだ。この組織的な捕鯨法は古式捕鯨と呼ばれ、明治の終わり頃まで続いたという。しかし土佐人、単にクジラを取っていただけではない。クジラを供養するっていう形でお位牌とかがあります。それが今もまだあります。そう、クジラという文字が刻まれているこちら、実はクジラを供養するための位牌。室戸には当時作られたものが未だに残されており、捕獲したクジラへのお祈りは欠かさなかったという。そしてあの偉人もクジラに大きく関わっていた。その人物は幕末の日本に世界を伝えた男。クジラに翻弄された壮絶な人生とは。足摺半島中之浜で漁師の次男として生まれたジョン万次郎は、14歳の時初漁に出るのだが、なんと遭難してしまう。そして高知から700キロ以上離れた無人島に流れ着き、5ヶ月が過ぎた頃、運命の出会いが。ジョン・ハウランド号というアメリカの捕鯨船がウミガメの卵を見つけるために鳥島に上陸を試みてたところを万次郎さん発見して手を振って助けを求めたという。万次郎を救ったのは偶然島に立ち寄ったというアメリカの捕鯨船。そしてそのまま捕鯨船に乗りアメリカへ行った万次郎は、その船中アメリカ式の捕鯨技術を学ぶ。日本へ帰ったらこの捕鯨技術を伝えよう。しかし日本ではノルウェー式の捕鯨技術がその後すぐに導入されてしまったため、
万次郎が持ち帰った技術は広まることはなかった。もしタイミングが違えば日本の捕鯨の発展にも貢献していたのかもしれない。脈々と受け継がれるクジラ文化は現在でも毎年1学期5月か6月ぐらいにクジラの料理を給食の方に出しております。もともと昔から食べられている食材を子どもたちにも知ってほしい、こういう食べ物が昔は食べられていたんだという学び、強いてはそれが食文化継承になっていくかなということで、さらにこちらはかつて捕鯨に使われていた瀬古船を再現した船で行われるレース。捕鯨で栄えた室戸の歴史を今に伝えている。400年前から続く高知のクジラ文化はこうして今なお脈々と受け継がれているのだ。